ご視聴いただきありがとうございます。今回は長州藩の吉田松陰にまつわるスポットを訪ねていきます。最初の松陰神社には松下村塾や吉田松陰の実家の杉家旧宅など見どころがたくさんあります。次に訪れた場所は松陰の叔父の旧宅で松下村塾の原型になったところです。そこから歩いて約10分ほどの距離に松陰ほか高杉晋作や草加玄馬の墓地と近くに松陰の誕生した旧宅の跡が残っています。最後は伊藤博文の別邸を訪ねます。ここ松陰神社は吉田松陰を主催神とし、1890年に建立され、1955年に現在の神社殿に御祭神が移されています。正面に花月楼が見えます。右側には松陰語録を25本のポールに刻んで道の左右に立てた学びの道が続いています。花月楼は7代目藩主毛利重成が1977年に三田尻の別邸に建築したものを1959年に移築された茶室です。畳敷きの廊下の8畳の間があり、10センチメートルほど上に上段の間があります。松陰の実家である杉家の旧宅が見えてきました。松陰は伊豆下田でアメリカの軍艦による海外渡航に失敗し、1855年にこの実家の3畳半の遊習室に謹慎しました。
この三条の間で謹慎生活を送り、ここで近親者や子供たちに講義をし、後の松下村塾のもとになります。松陰神社の拝殿です。松下村塾です。松下村塾の名前は、松陰の叔父が1842年に自宅で始めた私塾が始まりで、1857年にその名を引き継ぎ、実家の杉家の敷地にこの塾を開設しました。この松下村塾では、高杉晋作や草加玄馬、伊藤博文など、幕末から明治にかけて活躍したそうそうたる人物が通っていました。武士階級しか入れなかった長州藩の明倫館に対して松下村塾はどの階級でも受け入れました。
松下村塾の創立者、玉木文之進の旧宅です。ここで幼少期の吉田松陰は非常に厳しく教育を受けました。また親戚筋にあたる乃木希助も弟子入りを願い、3日3晩玄関の外で座り込み、それを認められたそうです。ここではボランティアの方から丁寧に説明していただきました。吉田松陰の叔父にあたる玉木文之進は長州藩士の杉常則の三男として生まれ、玉木正道の養子となり家督を継ぎました。1842年に松下村塾を自宅で開き、1856年からは各地の大官職を歴任し、軍奉行まで栄進しますが、安政の大獄で甥の松陰が処刑されると、監督不行き届きにより職を剥奪されています。1876年に多くの弟子が萩の乱に参加したため、その責任を取り自害しました。柱にやりかけがあります。ここから歩いて10分ほどにある吉田松陰の誕生の地に行きます。この裏に吉田松陰や高杉晋作の墓があります。遠くのペリー艦隊を望む吉田松陰の像です。この先に吉田松陰の誕生の地があります。家の間取りだけが石で残っています。松陰は19歳頃までここで過ごしました。思っていたより小さい家です。
3畳の玄関、6畳の表座敷、3畳の隠居部屋、3畳の納戸、6畳の居間、6畳の台所、馬屋、納屋、ここからは萩の町がよく見えます。遠くに萩城のある静木山が見えます。若き日の吉田松陰もここで萩の町を眺めていたのでしょうか。最後は伊藤博文の別邸です。ここは伊藤博文が東京に建てた建物で、玄関、大広間、離れ座敷の3棟を萩に移築したものです。繁栄で密航してイギリスに渡り、先進的な近代文明を命がけで日本に持ち帰った5人を長州5と呼びます。そのうちの一人が伊藤博文です。松下村塾で学び、尊王攘夷運動に参加した伊藤博文はイギリスに密航、留学し開国論者になります。1868年に明治政府に出仕し、1870年には渡米、1871年は岩倉使節団で外遊、政府の中心的人物になりました。1885年には内閣制度を創設し、初代内閣総理大臣になります。天井に節のある板を使った節天井の間です。
この部屋の右側に東京にあった時は富士山が見えたと言われる富士見窓があります。左に見える障子は真ん中のガラス部分が障子で閉まるようになっている雪見障子です。書院の間です。右奥に付書院が見えます。次の間です。吉野杉の一枚板を天井に使った鏡天井廊下です。ご視聴いただきありがとうございました。よろしかったら高評価ボタン、チャンネル登録をお願いいたします。